チャット GPT で仕事が遅くなるあの話題の研究を実際に読んだら、世間の噂とは逆のことが書いてあった。私もその動画見たよ。 AI を使うと逆に仕事が遅くなるってやつ。あれ本当だったの？逆といっても実験が嘘という意味ではない。本当に遅くなった人たちはいる。ただしかなり特殊な条件が揃った人たちだった。特殊な条件？私みたいに普通に使ってる人はどっちなんだろう。そこが今日の本題だ。同じ AI でも得意なことに入れるかできないことに入れるかで結果は真逆になる。最後まで見れば自分の仕事のどこに AI を入れると損で、どこに入れると伸びるのかがわかるんだね。そういうことだ。しかも実験では遅くなった本人たちがそのことに気づいてすらいなかった数字の正体を順番に見ていこう。遅くなる人は本当にいる。でも特殊な条件。そもそもこの噂、どこから出てきたんだろう。結論から言うと、遅くなるという話は半分本当で半分は乱暴なまとめ方だ。世間で語られる元ネタは実は2つある。メトルというアメリカの研究チームの実験とスタンフォード大学などがビジネスの現場で行った調査だ。本当？遅くなるって数字全部同じ研究の話だと思ってた。1つ目の実験では経験豊富な開発者が AI を使うと作業時間が平均で 19% 長くなった。2つ目の調査は少し毛色が違う AI が作った見かけだけ立派な資料を受け取った人が直すのに平均で約2時間かかるという話だ。2時間って朝9時に受け取ったらお昼までかかりきりってことだよ。そのくらいの重さだ。しかもこちらは AI を使った本人が遅くなる話ですらない受け取った側の話だ。そっか、使う人の話と受け取る人の話が一つに混ざって広まってるんだ。そして決定的なのはここだ。 19% の実験を書いた本人たちがこの結果を開発者全体に当てはめないでほしいとはっきり注意書きをしている。書いた本人が広まり方は違うよって言ってるんだね。元ネタが2つで著者は一般化しないでと言ってる。じゃあその実験の中では何が起きてたんだろう。先に種明かしをしよう。遅くなったのは自分の得意分野に AI を入れたベテランたちだった。実験に参加したのは経験豊富な開発者たち。自分が何年も育ててきたソフトを直す作業で AI を使う回と使わない回をくじ引きで分けた。かなりちゃんとした比べ方だね。それでどのくらい遅くなったの？結果はさっきの 19% だ。AI を使った回の方が確かに余計に時間がかかっていた。 19% って8時間で終わる仕事が9時間半になる感じだ。いい換算だ。まさにそのくらいの差が腕のいい人たちに出た。そして一番怖いのはここからだ。本人たちは実験の後も AI のおかげで2割は早くなったと感じていた。実際は遅くなってるのに本人は早くなったつもりだったの？そうだ。知り尽くした作業ほど体感は当てにならなくなる。自分でやる方が早いのに AI の答えを確かめて直す時間の方が高くつくからだ。なるほど。それじゃあ得意なことほど AI を使わない方がいいの？そうなりやすい。 AI はその職場で積み上がってきた暗黙のルールまでは知らない。ベテランの縄張りでは AI はまだ新入りなんだ。得意分野ほど AI の直しに時間を取られちゃうんだね。遅くなる仕組みは分かった。でも世の中には AI で早くなったという研究もあるんだよね。今度は逆を先に言おう。早くなった実験には共通点がある。自分にできないことを AI に埋めてもらった時だ。例えば別の研究では不慣れな作業を AI と一緒にやったプログラマーの作業時間がほぼ半分になった。半分って1日がかりの作業がお昼までに終わる計算だね。大規模なコールセンターの調査でも新人ほど効果が大きくこなせる件数が3割以上増えた。1日10件さばいてた新人さんが13件いける感じか。
そのくらいの差だ。しかも面白いことにベテランにはほとんど効果がなかった。大手コンサル会社の実験も同じ形だ。 AI が得意な仕事では速さが 25%、 質は 40% 上がり、 AI が苦手な仕事では正解率がむしろ下がった。同じ AI なのに入れる場所で結果がここまで真逆なんだ。しかも AI の得意と苦手の境目はギザギザで外から見えにくい。だからこそ入れる場所は勘頼りになりやすい。逆に言えば伸びる場所も分かっているデザインしかできなかった人が AI の力でウェブページの実装まで持てるようになる。これが能力の拡張だ。できなかったことができることに変わるんだ。早くなる場所と遅くなる場所があるのは分かった。自分の仕事だとどう見分ければいいんだろう。答えはシンプルだ。 AI の使い道は3つに分けて考える。自動化と効率化、そして能力の拡張だ。自動化は確認がいらないほど単純な作業を丸ごと任せること。効率化は今の仕事の下ごしらえを任せて時間を削ることだ。確かに下ごしらえなら気軽に頼めそうだね。そして能力の拡張はできなくて諦めていた仕事を AI と組んで持てるようにすること。実験で一番伸びていたのはここだ。じゃあ逆に自分の得意技に AI を入れるのは一番後回しでいい。さっきの実験の通りベテランの縄張りでは確かめて直す時間の方が高くつくからだ。得意なことは自分でやってできないことを AI に持たせるんだね。最後に一つ注意だ。 AI 任せの見かけだけで立派な資料を確認なしでそのまま渡すと受け取った相手が中身の穴埋めに時間を払う。約2時間の調査の正体はこれだ。自分が早くなった分相手を遅くしてたら意味ないもんね。その通りだ。 AI で浮いた時間は確認と仕上げに少しだけ返す。それで受け取る側も早くなる。3つの使い道と入れちゃいけない場所、今日から使えるようにまとめてほしいな。まとめよう。チャット GPT で遅くなるかどうかは腕前ではなく入れる場所で決まる。得意技に入れれば遅くなり、できないことに入れれば伸びる。持ち帰りは一つ。 AI は自分の得意技からではなくできなくて諦めていた仕事から入れてみてほしい。私はずっと諦めてた英語の資料読みから試してみるよ。それが一番伸びる場所だ。体感ではなく置き場所で選んでいこう。この動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価で応援してもらえると嬉しいな。それじゃまた次の動画で会おうね。メリノちゃんでした。